なぜ変われない？今回は大久さんについてお話ししていきます。はい、今日も始まりました12星座の落とし穴シリーズ。今回は大久さんの落とし穴についてお話ししていきます。大久の方はこれをやってると本当に動けなくなります。なぜあなたはもう違うって分かっている場所に居続けてしまうんでしょうかっていうね、テーマで今日はお話をしていこうかなと思うんですけれども、そもそも大久さんっていうのは4月20日から5月20日までの星座で、地の星座なんですね。そして、天秤座さんもね金星だったけど、大久さんも金星の星座なんですね。そして金星っていうのは豊かさとか心地よさとか美しさとか五感を司る星座なんですよね。だから私が知ってる限りっていうか、この大久さんの方ってやっぱり魅力的な方が多いなって感じるっていうか、やっぱりさ、その五感がまず優れてるじゃない。香りとか、センスっていうか美味しいものとか、なんか心地よい、例えばベッドのこうふわふわしてるなんか肌触りがいいものとか、なんかこう空気感がいいものとかが好きなんですよね。だから基本的にこう着てるものとかさ、あと髪とかさ、そういうものがやっぱりなんか豊かで美しい方が基本的には多いっていう風に感じるっていうか、だから魅力的。それはその例えば雑誌とかに出てるようにこう顔の形が整ってるとかそういうことじゃなくて、なんかこう香り立つものが魅力的っていう感じがすごくしたり、あとなんかやっぱりいくつになってもモテるって言ったらあれだけど、なんかすごくやっぱりもう本当に美しさがあるし魅力的な香りがするっていう方がすごく多いんですね。そして地の星座だからやっぱりその豊かさっていうものに対してすごく敏感なわけですよね。だから地の星座って基本的に大牛座と乙女座とヤギ座が地の星座なわけなんですけど、で地の星座の方っていうのは基本的にこう現実的で形にする力とか、なんかこう継続する力とか安定とか安心とか物質的な感性とか身体的感覚が優れているっていうふうに一応は言われていて、だからやっぱり体をこうちゃんと美しく保てる力とか服装とかもきちんとできたりだとか、あと素敵なお家に住まれるような現実化する力であるとか、形にする力であるとか、そういうのが基本的には強いわけなんですよね。ですごくこう大志田さんっていうのは安心したいっていう気持ちが、安心したいって言っても物質的な意味でっていうか豊かさっていう意味で安心したい安定したいっていう気持ちが強いわけですよね。もちろんそれって誰しもが安心したいし安定したいって思うと思うんだけど、その今日落とし穴っていうお話をさせていただくと、なんかこう物質にこう執着するのってやっぱり一つはちょっと危険なことっていうか、例えば一つ何か成功して自分の仕事だったりとかさ、家を建てましたっていうのがあって建ててもちろんすごいローンとかね抱えてる方とかもいるからさ、結構軽はずみには言えないようなことかもしれないけれども、本当はその物質っていうのには執着してしまうと自分の中の喜びっていうのがもうなくなってしまうっていうか、すごくこう挑戦を本当はしていかなくちゃいけない
っていうのかな、その物質が自分の安定を作るわけじゃない、安心を作るわけじゃないっていうことを本当はこう知ってなきゃいけないわけなんですよね。例えば私たち家族は、6年間トルコに住んでたんですけど、その時にすごく大きいオリーブのさ土地を購入しまして、そこにこう家を建てて、なんかすごく素敵な生活をしてたんですよね。オーガニックな生活、エコロジーライフをしてて、だけどそれってすごくこう安定してる生活でした。もちろん安定してて、全てがこう物質的にうまく回ってるような生活だったわけなんですね。だけどなんかこう次の段階がやってきたなっていうのをこう直感的に分かって、それをある意味捨ててこう今はインドに移住してきてるわけなんですけど、そういうのってさ、すごく難しいことだと思いますよ。以前ネパールのね友達と会った時に、私がさ日本に家があって、日本の家を手放したいんだよねっていうことを話した時に、言うかって言って、もう家はさ何かあった時に絶対守ってくれるものでしょ、だからもう絶対手放しちゃダメだよって言われたんですよ。説得されたんだけど私にとってはその家がこう守ってくれるものじゃないわけですよ。その安全をこう確保してくれるものではない、その物質が自分の安全を確保してくれるものじゃないっていうのを知ってるから、だから次の流れにこう挑戦していくわけですよ。だから本当はこの大志座さんっていうのは現実化がもうどんどんできるっていう星座なわけですね。だから一回作ったらそこに安心でこうしがみついてしまうと、次の発展ができなくなっちゃうっていう星座で、だから本当は自分がいつでもクリエーションできる、いつでも現実化できるし、いつでも豊かさっていうのを作ることができるっていうことを自分の中で知って、そしてそこからこうどんどん思いつくんだったら新しいものをこう作っていかなきゃいけないわけなんですよね。でも一回こう作り出したものにもう執着しちゃう、これが私が作ったもう豊かさで、こうふわふわのベッドがあって美味しいご飯が食べれて、すごく安全である。でも本当はすっごく飽き飽きしてるっていうか、本当はもうすっごく退屈なんだけど、でもやっぱり安心じゃないですか。安心で安定しているわけじゃないですか。だからすっごく飽きてるし、なんかこう何の発展もないじゃん。この場所にいても、この家にいても、この土地にいても、この人間関係にいても、この仕事にいてもっていうのが分かってるにもかかわらず、そこになんかその素敵ななんか柔らかいものっていうのかな、美味しいご飯が食べられるとか、素敵なスーツが着れるような仕事であるとかね、何かその ID を持っていることで、リスペクトされるようなポジションをすでに持ってるとか、そういうのがあると、もうやっぱりその安心を手放したくないわけなんですよね。でそうすると本当はその冷静っていうのってすごくウェーブのように動いているものだから、前に進むためには最悪手放さなくちゃいけないっていうか、本当にさ昔の日本だったら絶対家買えば安心だよとかね、その職業についてたら一生こう食べていけるよって思ってたかもしれないけど、今っていうのはもうどんどん流れに乗っていく時代だから、もうその物質には本当はしがみつけないわけですよね。だけどその物質にしがみついてると本当に飽き飽きしてるのに、もう5060もう70になって飽きてるのに、もう絶対これを手放したらもう不安定になるんだからって感じで、もう古いお城を手放さないっていうようななんかことが起きてしまうんですね。だからこの大石田さんっていうのはとにかくそのクリエーションできる力があるんだって、こう現実化できる力があるんだ、豊かさを常に作れる力があるんだっていうのを、とりあえず信じて、
もちろんさ、私の話は極端だと思うし、その全部を手放してっていうのは本当に現実的には極端な話だと思うんですけれども、でもその流れっていうのを信じて、ある意味前に進んでいくっていうパワーを取り戻していくと、より大志田さんはそのフローした中で豊かさを持って輝ける、そういうふうになっていけるかなと思います。はい、ではありがとうございました。では次は土の星座の乙女座さんになります。では次回をお楽しみに。ゆうかでした。